Do you have any questions for us? Well, no, I don't. こんな時どうすればいいのか、今日の動画で解説します。こんにちは、タリスマン株式会社の採用チームの飯島と申します。今回は面接での逆質問についてお話しさせていただきます。面接の終盤で何か質問ありますかと聞かれた時、どのように答えるのか迷ったことなどはありませんでしょうか？実はこの逆質問の場面、これがですね、あなたの印象を決定づける大事な瞬間になります。あなたが企業やポジションに対してどれだけ真剣であるかを示すことができ、場合によっては合否を分けることもあります。今日はこの逆質問がなぜ重要なのか、そして面接官に好印象を与え内定につながる質問例を5つご紹介いたします。最後の1問をどう攻略するか一緒に考えていきましょう。タリスマンの YouTube チャンネル IT& 外資の転職ガイドではマーケットの最新情報や求人情報、転職や仕事のヒント、アドバイスを配信しています。ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまず逆質問がなぜ重要なのかについてお話しいたします。面接の最後に何か質問ありますかと聞かれることがよくあると思います。これはあなたの企業やポジションに対する理解度や興味を図るためでもあります。この質問に対して形式的な質問や準備不足を示す質問をしてしまうと、せっかくのチャンスを逃してしまいます。ですが逆にこの場面をうまく活用することで、あなたがどれだけその企業にマッチしているか、またどれだけ真剣にそのポジションに取り組む意思があるのかを強くアピールすることができます。特に外資系企業、またはグローバル企業では積極的に質問をすることが重要視されています。この逆質問を通じてあなたがリサーチをしっかり行い、その企業に深い興味を持っていることを伝えることで、他の候補者の方との差をぜひつけてみましょう。では次に良い逆質問にはどんな要素が必要なのかを見ていきましょう。次の3つの要素を意識することで、面接官にあなたの真剣さや適性を強く印象づけることができます。まず最も重要なポイントは、リサーチに基づいた質問であることです。企業やそのポジションに対する深い理解を示し、あなたの真剣さを伝える強力な手段になります。企業のウェブサイトや最新のニュース、業界動向をしっかりと調べて、その情報をもとに質問を組み立てましょう。次に具体的な質問であることも重要です。あなたがポジションや業務内容を深く理解し、それに対する準備ができていることを示します。応募するポジションや業界に直接関連する質問は面接官にとっても答えやすいためお勧めします。最後に関連性のある質問をすることです。あなたがその企業の一員としてどのように貢献できるのかを具体的にイメージできていることを伝えます。企業の現在の状況や長期的な目標に関連していると、面接官はあなたがその企業にフィットする可能性が高いと感じます。それではリサーチ、具体性、関連性の要素をもとに面接官の心をつかむ5つの質問例とその意図を解説していきます。最近の御社製品のローンチについてのプレスリリースを拝見したのですが、この製品が市場で成功するためにどのような戦略を考えられていますか？ I read the press release about the recent launch of your product.What strategies are being considered to ensure its success in the market? この質問では、事前に企業の新製品やサービスについてあなたがしっかりとリサーチを行い、企業の活動に興味を持っていることを示すことができます。入社後6ヶ月間におけるこのポジションでの主要な責任は何ですか？また、成功はどのように評価されますか？What are the key responsibilities of this position in this first 6 months? And how will success be measured? この質問は具体的な期間を示して、その中であなたが達成すべきポイント、ミッションを確認することで、能動的な姿勢を示すことができます。より具体的にイメージができている場合は、
自分は〇〇と考えているが合ってますかのように質問ができればアピール度が高くなるでしょう。御社のホームページで現在進行中のプロジェクト X についてのブログを拝見いたしました。私がこのポジションに就いたとき、どのように貢献できるのかを教えていただけますか？ I read on your website about the ongoing Project X. Could you please share more about how I could contribute to this role? この質問はポジションの具体的な業務内容に関心を持っていることを示します。あなたがすでにその役割をイメージしており、早期に貢献したいという姿勢をアピールするのに役立ちます。ただし、ではあなたはどう貢献したいんですかと聞かれる可能性もありますので、ご自身のプランも含めて説明ができるように、ここから会話を膨らませていくと良いでしょう。チームの中で最も重視されている価値観は何ですか？ What are the most valued principles within the team? この質問では、あなたがチームワークや企業文化に対して適応する姿勢を持っていることを示すことができます。また、実際に組織やチームにフィットするかどうかを検討する上で知っておいた方が良い情報でもあります。御社でこのポジションに就かれていた方は、どのようなキャリアを進んでいらっしゃいますか？ What kind of career opportunities the previous person was moving forward with? この質問では、あなたが長期的に企業に貢献をして、自身のキャリアを築いていく意欲があることを示すことができます。ただし、ここでもどのようなキャリアを逆に積んでいきたいんですか？5年後どんなことをしていきたいですかということを聞かれることもありますので、回答できるようにご準備をすると良いかと思います。それでは最後に逆質問をする際に避けるべき質問についてお話をします。どんなに準備をしていても不適切な質問をしてしまうと、面接官にネガティブな印象を与えてしまう可能性があるので、次の3つの質問は避けるのがベターです。1つ目は給与や休暇に関する質問です。例えば、このポジションの給与はどのぐらいですか？休暇はどのぐらい取れますか？というような質問です。もちろん、給与や休暇は重要な要素ですが、福利厚生や待遇にしか関心がないのかなという印象を与えてしまう可能性があります。面接の初期段階では、ポジションに対する意欲や適性をアピールすることが優先されるべきですので、こうした質問はもう少し内定が近づいた段階で適切に尋ねる、またはエージェントを通して聞いたり、交渉してもらうのがおすすめです。次に、ネガティブな印象を与える可能性がある質問です。例えば、このポジションは前任者はなぜ辞めたんですか？または、御社の成長が停滞している原因は何ですか？などというような質問です。こうした質問は企業の問題点を指摘するように受け取られることがあり、面接官に対してマイナスの印象を与える可能性があります。もしそのような疑問を持っている場合には、質問の仕方を変えてポジティブな視点から企業の将来性や成長に関する質問をする方が賢明です。そしてリサーチ不足を示す質問は絶対に避けるべきです。例えば、御社の主要な製品は何ですか？このポジションの主な業務内容は何ですか？というような質問です。こういった内容は簡単にリサーチできる内容でもあり、事前に調べてないことが明らかになってしまうからです。逆質問を通じてあなたのリサーチや企業への理解をアピールすることが求められるため、準備不足をあらわにする質問は避けるようにしましょう。ちなみに質問はありますか？に対して、すべてご説明いただきましたので質問はありませんなどと回答することも避けましょう。丁寧に回答していて悪くないようにも思えますが、質問がないということはこの人興味ないんだと思われてしまいますし、興味や志望度の低さと捉えられてしまう可能性があります。今回の動画では、面接での逆質問の重要性と好印象を与える5つの質問例についてお話をいたしました。
逆質問の場面はあなたの熱意や準備がどれだけしっかりしているかをアピールする絶好のチャンスです。では、良い逆質問のポイントのおさらいです。1、リサーチに基づいた質問で企業やポジションに対する理解を示す。2、具体的な質問で自分の役割や貢献を明確にする。3、関連性のある質問でその企業でのご自身の未来を描く。これらを意識して面接官に強い印象を残しましょう。また、避けるべき質問もありましたね。給与や休暇の質問、ネガティブな質問、リサーチ不足を示す質問は控えましょう。次回の面接で逆質問を活用し、あなたの強みを最大限にアピールしてください。もしこの動画が役に立ったなと感じたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。